皆様、本日はですね、こちらの豚こまとキムチを使って豚キムチなんですけれども、今回さらにそこにじゃん、こちらの春雨を使って春雨豚春雨キムチ作っていきたいと思います。で、まず軽く春雨、正直これが 70g あるんですけど、春雨 70g って結構量あるんですよ。なんで正直使う量はこれの半分ぐらいでいいんだけど、僕たちはちょっとたっぷり使いたくてもうこれ全部やっちゃいます。で、軽くねちょっと他の材料カットしている間に少しだけお水に戻しておきます。水でいいよ。こんな感じで水につけておきます。で、春雨は長いままで大丈夫で、お次は玉ねぎ1個。はい、ちょっとこの根元の部分だけは軽く落として、はい、約1センチ幅ぐらいでいいかな。1センチなくてもいいかなぐらいの。玉ねぎはカットで、お次にんにく。一応ね今回3かけ用意してるんだけど、正直3かけも使わないかな。1かけ分ぐらいでいいんですけれども、今回フレッシュな生のにんにくを使って、ちょっと新しくねまたこれ買ったんで、これねサミットだったね、やっぱり買ったの。サミットだった。ただサミットでも場所によって置いてる置いてないがあるからあれなんだけど、これ本当でもこのまま保存ができるっていうのがめっちゃ大きいんで、もし見かけた際にはこれ買って。上の蓋がすぐなくなる。そう、上の蓋行方不明になりやすいんで。ではこんな感じでニンニクはすりおろし、で今回キムチは僕たちがいつもよく使うこれですね、コクうま。今回豚こまなんですけれども、でこちら豚こまにちょっと最初からもう小麦粉をまとわせとこうと思ってるんで、もうこの容器の中でいいので軽く味付けの塩コショウと下味付けときます。小麦粉ちょっとふるって、でちょっと軽く揉み込んでおいて、この豚こまにいい感じに小麦粉をまぶしてあげておいてください。ちょっと見切れてるけど、ここでね、小麦粉をねちゃんとまぶしてあげておくとタレが絡みやすくなるんで、このフルフルシェイカー1杯分ぐらいの量の小麦でいいかな。だから量的には大さじ1杯ぐらいですね。 OK。 じゃあもうこれで材料の下ごしらえは終了。ではフライパンにごま油ちょっと多めに3回しほど入れて、今回バラじゃなくてねこまなんでそこまでめちゃくちゃ油が出るわけじゃないので、ちょっとごま油は多めにして、はい、まず豚肉焼いていきます。もうこの塊でドンでいいです。で豚こまを軽く炒めていきます。で今回めっちゃ大量に作ってるんですけれども、いつも通りなんですけどね、僕たちからしてみればこれだとねほんと4人前ぐらいはできちゃうので、1人前とかだったらこれの4分の1とかの量で大丈夫ですね。今回 500g なんで150g ぐらいの豚肉で 20g ぐらいの春雨とかで大丈夫です。1人前だとね。でキムチも今回1パックも全部使っちゃおうと思うんだけど、それの4分の1くらいで大丈夫です。じゃあまず豚肉を軽く炒めて、でもうちょっとね焦げ目がつくぐらいまで炒めていきます。でね、春雨とか入れてからだともう豚肉にね焦げ目をつけるのってちょっと難しくなってくるんですよ。水分とかも増えてくるんで。なんでちょっとね香ばしい焦げ目の感じが好きな方はもうこの段階でしっかりと豚肉に焦げ目をつけておいてください。はい、じゃあ豚肉にこんな感じに一通り火が入ったら、僕はここでプラス焼き目をつける作業がしたいので、ちょっとこのまま放置してちょっと焦がします。それでキムチ開けときます。でね、今回このキムチとかそういう炒め物にするときさ、この水分とかをねちょっと水っぽくなるから捨てちゃうってことがあるかもしれないんですけれども、今回はこの水分すら全部春雨に吸ってもらうので捨てずに使ってあげてください。はい、じゃあ豚肉に軽く焼き色がついたら一旦取り出しておきます。豚ははい。で同じフライパンにまたごま油を一回しほど入れて、玉ねぎを入れてちょびっとだけ炒めます。で玉ねぎに軽く火が入っ
で油が回ったら水で冷やかしておいた春雨全部入れちゃいます。お水を 250cc、 丸鶏ガラスープ、こちらを大さじ1/2入れてちょっと炒め合わして、春雨にねこの水分吸わしつつ火を通していきます。じゃああとここにお酒を大さじ2杯、お醤油こちらも大さじ2杯、お砂糖を大さじ1/2、はい、お砂糖、水分を吸わせつつ蒸発させていきます。で炒めてて分かると思うんだけど、まだねこれ春雨真ん中が白いんですよ。でこれだとねまだちょっと芯が残ってるので、この感じで 3,4 分はこの状態で煮込んであげる感じですね。水分飛ばしつつ春雨に火を通す感じ。若干水分が残ってても豚肉にね小麦粉も飛ばして焼いてるんで、それで軽くとろみがつくんで、で大方火が入ったらここに先ほどすりおろしたにんにく小さじ1/2、豚肉も戻します。軽く炒め合わして、豚肉とかが入ってほぼほぼ水分がなくなると思います。でニンニクの香りもいい感じに立ってきたら、うまそう。はい、そしたら最後ここにキムチ全量入れちゃいます。はい、でこの状態で火は最後強火で炒め合わせます。で炒めてたらねほんとキムチのいい香りが出てくると思うので、基本的にキムチは全然そんな火が入りきらなくても大丈夫だし、この状態で最後ちょっと放置して焼き色をつけてもいいんですけれども、こちらで今回の春雨豚キムチ完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。これはね昨日のねこうちゃんの誕生日にね上がったきゅうりのきゅうちゃん風のきゅうちゃん言っちゃったよ。でこれなんだっけ、こうちゃん結構コメントで誕生日おめでとうございますって。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで食べていきましょうか。はい。まずはカンペからか。しかもこれねアップした日にさっきキュウリの動画見ましたって声かけてくださいました。ねえねえありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ乾杯。近く花瓶どう？思いのほかレモンだねこれ。レモンクラフト。じゃあいただきますいただきましょう。いいちょっといいの先食べてみて。これもう絶対うまいわ。もうだって春雨の色がもうキムチになっちゃってるもん。いいよね。いいの？じゃあ先食べちゃうね。じゃあちょっとお先にどうぞ。すいません、じゃあお先いただきます。もう早速春雨と豚肉の部分。はい。どう？もう口に入れた瞬間うまい。うまい。めちゃくちゃうまい。じゃあいただきます。これはビールだわ。じゃあちょっと俺春雨いっちゃうね。うん。いただきます。マジでうまいこれ。マジで口に入れた瞬間だった。もううまいよね。うまっ。これはずるい。これはうまい。やばい。もうぜひもう春雨絶対入れてもらいたい。すげえうまい。やっちゃったねこうちゃん。これやっちゃってるわ。これやっちゃったね。でやっぱりニンニクさフレッシュで小さじ1/2だけど、香りがすごいするし、でもそのうまみとかを全部吸ってんの春雨が。春雨がえぐい。やばいねこの春雨。
この春雨だけで販売しても絶対売れるレベル。めっちゃうまい。ビールって言ったけどビールももちろんなんだけど、これは白飯があかんことになる。白米よ。これ眠いからうまっ。ほんと幸せ。これめっちゃうまいマジで。で玉ねぎは甘い。で低糖質ではないけど本当に春雨とこの豚肉だけでも十分食べ応えあるので、ご飯なくてもね、いいしヘルシーでね、そうなった場合は、カロリー的にもね、春雨、俺は個人的には普通の豚キムチよりこっちの方が全然好き。マジで間違いない。味があと今回は普段豚キムチやるときとか鶏ガラとか入れないんだけど、これそういう味付けもしてるからさ、より味がしっかりしてるっていうのがあるよね。うまいわマジで。春雨がとんでもないことになってるよ。本当にうまい。俺もこの中入れちゃっていい？あ、もういいと思う。ご飯にぶっかけて。かっこんじゃう。うまい。ちょっと俺もきゅうりをこの丼販売してほしい。うまいよね。うまっ。めっちゃしそ染みてる。が超効いてんだよね。うまっ。やばいよねこれ。本当に好き。うまっ。で豚キムチほどご飯が進むものねえと思ったけど、こいつもやべえわ。そうめっちゃうまい。いや今日おかわりするつもりなかったんだけど、これは白米おかわりだな。やばいよ。ということで本日はですね、春雨豚キムチをこうちゃんに作っていただいたんですけども、さっきねこうちゃんが言ってくれた通り、普段食べてる豚キムチより僕もこっちの方が好きっていうぐらいめちゃくちゃ味がうまい。本当に普通の豚キムチのその旨味を全部春雨が包ってるから、その春雨も超絶うまいんだよね。これはすごい。まらん本当悪魔的うまさだと思う。ご飯がないとちょっともう耐えられない感じだね、なんでさっきヘルシーって言ったんだけど、多分ダイエット量にはならないと思う。だってご飯いるもん。そう絶対ご飯が欲しくなる味だと思います。大好きだと思います。多分学生の方とか本当に運動されてる方とか多分たまんないと思う。さっき4人待ってたけどマジ1人で食べちゃうぐらい、本当にやみつきになる味になってるので、ぜひ皆さん作ってみてください。はい、春雨がねどんだけ美味しいかっていうのもねこれで伝わると思うし、以前ねこうちゃんが作ってくれた春雨サラダ、あれもね本当に美味しいのでぜひ作ってみてほしいなと思います。ということで本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。